これはどこだと思います？これもチェス柄なんですけど。綺麗なとこですね。これはね、ルーブルの回廊。だから私何年か前にこれ撮ってて、それでその時はこの床をね別に意識して撮ってたわけじゃないんだけど、なんかいやだからもうこの柄っていうのは本当にフランスを代表する柄なんですよね。もう早速コメントが本当にとつったこんばんは楽しみにしておりますいやなんかめっちゃプレッシャーやわ1969様、はい、れいこさんのトーク大好きです。ばっかり言ってもうかなりねそんなもうとつとつとなんですいません本当申し訳ないんですけど、はいじゃあ始めたいかなと思います。はい、でまずねちょっとね、はい、今週ね私にじちゃんをちょっと預かってまして、はい、でねどうしてもねなんかダメな時にこの幼稚園行ったんですよ、にじちゃんが。でそれちょっと見てもらおうと思ってでねこれね近くの人しかダメだけど、はい、セレニティリゾートって言って、はい、セレニティリゾートっていうそのグループ自体が、そのペットを同伴するそのホテルをこう展開してる会社で、それのなんかペットを預かる、はい、であれもしてくれるのねカットも、でだから一日預けてたらね、はい、まあ綺麗になって帰ってくるみたいな感じで、こんなね幼稚園みたいな感じでちょっとこれほら今日の連絡帳でにじちゃん割と社交的やから、はい、なんか楽しくできるみたいで、でねいいですよね。そこはね一戸建てになっててね芦屋浜の、であれですこのリビングからそのお庭にこう自由に行き来できるようにしてある。だからみんな外でバーって走ったり、まあ、なんかお家の中入ったりして、で夜寝る時はそのスタッフさんが一人常駐で。それいいですよね。安心ですよね。そう。それでこんな可愛いからね。で、みんなと楽しそうに遊んでるの見たらちょっと安心しますね。そうですね。まずね、これちょっと見ていただきたいんですよ。この写真。パッて。ほら。これはどこかって言ったら、はい、これパリの、この今年1月に行った時の展示会場の入り口のところにこういうモニュメント作ってあったんですよね。それでエッフェル塔って言ったらパリとかフランスを象徴するようなもんじゃないですか。はい、で、この下のこのこのチェス柄見てください。これだからね、もうフランスを代表する柄なんですよ、これって。それで、次が、これはどこだと思います？これもチェス柄なんですけど。綺麗なとこですね。これはね、ルーブルの回廊。でだから私何年か前にこれ撮ってて、それでその時はこの床をね別に意識して撮ってたわけじゃないんだけど、なんかいやだからもうこの柄っていうのは本当にフランスを代表する柄なんですよね。なんでやっぱりそういうのがね刷り込まれてるから、やっぱこういう柄を敷くとなんていうかな、フレンチをこう感じる、まあ私だけじゃないと思うんですけどね、フランスっぽいなっていう感じかなと思うんです。それでこの間ベージャフロールが入荷したので、これYouTube で撮影してもらってるところのなんですけど、もうここに敷いてあるこの全ての柄ね、このそっか、この柄は全部もうあれですよ、フランスなんです。そう、これがはいそんな感じで熱く語ってるんですけどでこれねベージャフロールが、まあなんていうか広告用に作ってるやつをちょっと拝借して、私もちょっとちっちゃいこの黄色で役つけてるんでちょっと見てください。今回ね、敷き込みを入れたので、敷き込んだところの様子はないからあれなんですよ。これまあショートでも上げてるのでね、またよかったら見てもらいたいんですけど、ちょっと測ってこう DIY できますよみたいな感じでやってるやつなんですよ。それでねこのチェス柄をねこのあんまり広くない空間に敷き込んでめっちゃかっこよくないですか？ちょっと動画早いからね、下にねなんか養生をしなくても全然大丈夫だし、しっかりそのクッションフロアとは全然違うしっかりした厚みがあるので熱くもないし、これをいうのをね全体的に敷き込んだら次はソファーのところにカーペットをピース敷きにしてもらうという感じで重ねてってもらったらいいんですね。
でね、リビングに敷き詰めるっていうと、まあまあね、勇気いるかなと思うので、敷き詰めに、まあ一番いいのは、もしダイニングと、キッチンが一緒になってたら、キッチンダイニング。それから、まあリビングダイニングになってたらもうキッチン。それから洗面所、お手洗い。めっちゃいいと思う。洗面所とかお手洗いって、なんかまあ飾る要素のないところでしょ？だからめちゃめちゃ良くなると思います。これお手洗い敷き込んだらすごい可愛くなりますんでね。はい。この方は一度ルームツアーさせていただいているお家で、これまあ別宅っていう感じでになるんですけど、これ可愛いお部屋なんですよ。すごい素敵です。そう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 。なんかね、いろんな細かい工夫もあるし、ちょっとね面白いコーディネートされてるんですけど、またゆっくりよかったら見てください。これかわいい3点セット。これマニファクトリーというそのアウトドアのメーカーの天板は木の切り株みたいなかわいいんですけど、これねキッチンの隅に置かれてたんですけど、でその次またちょっとこれビフォーですね。これ十分かわいいんですけどね。でこれもビフォー。玄関入ってもうすぐキッチンがあるみたいなところも可愛らしくされててね。でまたこれ賃貸らしいんですけど、この作りも可愛いんですよね、このお部屋。壁とか可愛くされてるから。でこうなったんですよ。ほらこれ素敵ねえ、これベージュフロールの敷き込み用のやつ、これご自身でされたんですよ。そうなんですね。そうすごい1日でできたよみたいなことでしたけど、めっちゃ変わりません？ねえ。やっぱり敷き込んだら敷き込んだ良さあるね。このキッチンマット引いてるだけでもなんか雰囲気が可愛かったけどね、もうガラッと変わりますね。なんかやっぱり床って結構ね、もうこんなもんっていうふうに諦めてるというか、まあ、こんなもんかなっていう感じで、だいたいフローリングとかあれだけど、こんなでこうキッチンってそんな装飾できないところだから余計いいですよね。かわいい。かわいい。めっちゃかっこいいし、かわいい。あれですね。テーブルと椅子も雰囲気ね、もうものすごい引き立ちましたよね。もう本当にワンルームでね、一人住まいなんですけど、まあ細かいところにいろいろ工夫されてるから、ぜひ本編も見てください。素敵です。まあここね賃貸じゃなかったらね、キッチン、上からちょっとランプ下げてもらったら完璧なんですけどね、もうそこまでちょっと言えなかったですね。もう可愛いですね。いいでしょ。やっぱりこう床ができてこうちょっと上があったらね、まあでも十分この壁が可愛いからこのお部屋、まあこれで全然素敵かなとは思います。これはね5本卓の方なんですよ。あ、こっちはそうなんですか。そう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 。それでこのレースのカーテンつけてもらって、ちょっとこう印象的な、これねベアトリスさんの壁紙ねしてもらって、素敵になりました。ここもねお仕事部屋とこう兼ねてされてるからあれなんですけど、まあこれでも結構こう攻めてってもらってるからね、この壁かっこいいですよ。でもね、玄関開けたらベージュフロールが目に飛び込んできて可愛いってコメントをいただいてます。本当ですよね。あと、6畳相当のカーペットにダイニングテーブルと椅子4脚置いています。その場合 300×80 サイズ3枚で大丈夫でしょうか？敷き込む場合は敷き込み用の幅が108だったかな、幅広いのがあるんですよ。こう縁取りとかの飾りのないやつホームページ見ていただいたら敷き込み用っていうのがあるので、そちらでサイズ選んでいただいたらいいかなと思います。もし6畳だったらシスターフードっていうのがあります。2枚で2m50角ぐらいになるやつ、それがいいかもわかんないですね。下がカーペットっておっしゃってるでしょ、だから敷き込めないじゃないですか。糊でくっつけないとダメだからね。敷き込む場合は。だから床がそのカーペット簡単に外せるんだったら、
全然敷き込み用でいけると思いますけど、全くそのなんていうか糊でくっつけるまでしなくても、敷くだけで全然ずれはしないんですけどね、ちょっとこう両面テープとかで貼るぐらいでも全く染み込まないし、途中から水が。だけどこれをもしあれだと上から置かれるのがいいかもわかんないですね、このシスターフードっていうの。今、ご質問いただいた方が、芦屋のショップに実物を見に行こうかと計画を立てています。東京からです。いい曜日時間帯とか教えていただけると嬉しいです。でフローリングらしいです。フローリングなんですか。そしたらもう敷き込んでもいいですよね。そんななんかぴったり貼るの嫌だったら再剥離の糊とかも出てるから、そういうので DIY で全然できると思います。で芦屋に来てお店に来ていただくんだったら、お店は11時から6時までです。で月曜日がお休みになってます。で他の日だったら全然ですし、もし私がいた方がいいのだったらそれはちょっとご予約いただかないとダメなんですけど、全部見ていただけます。ホームページから予約そうですね、ホームページから予約のサイトがあるので、そこから予約していただいたら、お約束して玲子さんに会えるんですね。私もずっとお店にいらっしゃったちょっと出かけてることも多いので、もしあれだったらもう遠いとこから来ていただくので予約してもらって、今も8月の方が何人か予約入ってるので、よかったらぜひ、暑い中を本当ありがとうございます。気をつけていらしてください。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。